こんにちは、はるかねです。今日はこちらおびつ製作所から発売されているおびつ11というね、小さな手のひらサイズのお人形のメンズ浴衣を作っていこうと思います。材料はこちらのね、綿 100% の水色と白のボーダー生地と、そして紺色と白のボーダー生地。紺色の方はね、帯として使います。でこちらの水色と白のボーダーなんですけれども、ちょっと遠目だとね、人間サイズに使ったりするとほぼ無地に見えるかなというぐらいの細いボーダーなんですけど、おびつ11にね着せるとちょうどいいぐらいの柄になると思います。はい、そしてね、生地の色に近い色の糸、紺色はね黒がいいかなと思うんですけれども、白と水色のボーダー生地なんですけれども、こちらね、水色だとね、また白と水色のボーダーなんでね、水色の糸だと浮くんですよね。かといって白の糸でもちょっと目立つので、そういうね、縫い目とかが気になる方はこのクリアの糸をおすすめします。ただね、こちらのクリアの糸もね、ちょっと硬いというか柔らかさがないのでね、よく待ち針に引っかかります。なので洋裁が苦手な方はね、普通のこの白い糸をおすすめしておきます。それからハサミとか待ち針を使って作っていきます。はい、そしてね、洋裁が苦手な方はね、このような小西株式会社から発売されている布用ボンド裁縫上手などね、布用の接着剤を使っても作ることができます。で接着剤をね、使うと袖口とかをねくっつけてしまったりするので、そういう時のために鉛筆とかをね、ストローとか挟んでいただけると作りやすいかなと思います。はい、ではね、生地を切っていきます。柄がねずれないように待ち針で留めて、こちらがね折り目でこのように折り返して50センチ用意してあります。そしたら人形のね、この肩関節の内側から肩関節の内側まで、このね距離を基準に切っていきます。下の台紙方眼紙になってまして、だいたいねおびつ11だと2センチなので、2センチを2個プラス縫い代1センチを含めてね、5センチのところで切っていきます。そしたら次にね、人形の足を伸ばしてつま先の部分から肩を越えて、ここをね一巡するぐらい、だいたいこのぐらいの位置で切っていきます。肩からねつま先まで、ここまでを1枚、だいたい袖プラス縫い代の分ですね。本来袖はこのぐらいなんですけど、縫い代の分を含めてこのぐらいを2枚分、こちらは残りいらないので置いておきます。そしてこんな感じでね切っていきます。まずね、身ごろの方なんですけど、裾をね揃えて5ミリほどねずらします。そしてずらした方を内側になるようにね、こう縦に半分に折って、この折り目の角をね5ミリほど半円状に切っていきます。そしたら開いて、このずらした方の短い方を穴の開けたところまでね、こう真ん中半分に切っていきます。そしてこのね短い方、これが身ごろになるんですけれども、半分に折って、半分よりもね少しずらして1センチぐらいずらした状態で切っていきます。そしてこの生地ね、裏表がはっきりしてまして、こっちが表こっちが裏なんですけれども、この幅の細い方を中表に、ね、なるように左側に置きます。
そしてこちらの幅の広い方も中表になるようにね左側へ置きます。そして待ち針でね軽く留めておきます。こちら側をね揃えて留めておきます。次にねこの袖と襟の分を切っていきます。だいたいね 1.5 センチぐらいの幅で襟にします。長い方が襟、それでこれを半分に折って切ったものが袖になります。ではねこんな感じでまずねこの前身頃の部分から縫っていきます。ではまずねこの内側からしつけを縫っていきます。しつけはね軽く位置止めするための縫い糸で、後でねすぐ抜いちゃうので黒い目立つ糸で縫っていきます。玉留めもねせずにそのまま大きな縫い目で縫っていきます。そして前後ねちょっと 2,3 センチ糸を残した状態でカットします。同じようにねこちらも縫っていきます。そしてしつけがね縫えたらこれを開いてネイルアイロンをねかけていきます。そしてねこの折った部分、折り目のねギリギリのところを縫っていきます。そしてこのね前身頃の端の部分も5ミリ、3ミリから5ミリほどね折り返して縫って端処理していきます。今回ねこのストライプの生地がすごくね細かいので縫い目ができるだけ目立たないように縫い糸1本で縫っていきます。そして玉留めせずにね3回縫って留めて縫っていきます。3回縫ったらねもう引っ張っても抜けないのでこの状態でできるだけねこちら表面に縫い目が見えないように縫っていきます。こんな感じでね表からはあんまり縫い目が見えないけれども裏はねしっかり5ミリぐらいの糸がね残ってるかなと思います。そしたらこの辺りからねちょうど中間地点を過ぎた辺りぐらいからこの首穴のところまでね後でこう斜めにカットするのでこの辺ね切っても大丈夫なように一歩進んで半歩戻るという縫い方でね縫っていきます。そして縫えたらねこの黒のしつけ糸抜いてしまいます。でこちらの端処理をしていきます。
このようにね前身ごろを塗って端のね処理ができたら裾をねまず揃えます。そしてこのね首穴を切る時に5ミリほどずらしたんですけど、今度はしっかり揃えた状態で首穴がね少し前寄りになる状態で肩のねところをしっかりネイルアイロンで線をつけていきます。はい、そしてねしっかり線がついたら次袖もね半分に折ってネイルアイロンを当てていきます。そしたらこちらがね裏側でこちらが表側なんですけど、中表になるようにね表同士を合わせて折り目をねしっかり合わせて待ち針で留めていきます。そしてこの待ち針からね前後1センチずつを縫っていきます。こちらの袖もね同じようにつけます。この部分をね縫っていきます。袖の部分がね縫えたら開いてしっかりネイルアイロンをかけていきます。そしたらね一度人形に合わせていきます。人形のね両手をしっかり開いた状態で合わせていって、ちょうどねこの折り目5ミリから3ミリから5ミリ折り込んだらちょうどいい長さになるかなと思います。というわけでね、あとこの斜めの部分をね切っていきます。男の子はね少しゆったり着せた方がいいので、ここ爪爪よりもね少し下向きにウエストに向けて切っていった方がいいかなと思います。こちらも同様にね斜めに切っていきます。こちらが表側なんですけど、中表になるようにねこのように折って裾を揃えて待ち針で留めていきます。このようにね待ち針が刺せたら、ここにね人形の腕が通るのでその分をね残して、ここから逆 L 字型に、そして脇の部分を残してここからね裾までを縫っていきます。
そして袖なんですけどね、ちょっとこれ長さが足りなくてずれてるんですけれども、男性用の浴衣はねそんなに袖長くないので、かといってこうねシャツみたいにこう袖が短くなってしまってもちょっと浴衣っぽく長くなってしまうので、ちょっとだけ袖があればいいのでね、ずれてる時は短い方優先でね切っちゃってください。じゃあここの部分を両方ね縫っていきます。はい、そしてね袖の部分を縫ったら切っていきます。余分な部分をね切って、さらにねこの角の部分を落としておきます。では続きねこの辺りから裾まで縫っていきます。はい、このようにね袖の部分と脇から裾までをねそれぞれ縫いました。そしたらこのね袖の部分とこの肩の部分ですね、この端処理をしていきます。はい、こんな感じでねこの袖口と脇と肩の部分をね折り返しました。でこれをね、ちょっとそのままだとね人形の手が引っかかってしまうのでね、着せる時に縫っていくんですけれども、私は針と糸でね縫っていくんですけど、布用ボンドで接着される場合はねここ接着してしまうと袖口がね、くっついてしまったりするので、そういう時のためにねこの鉛筆をこういう風にね通した状態で接着されたらいいかなと思います。縫うのもねこのまま針を通していってもいいかなと思います。ではこのね端処理をしていきます。はい、そしてね両方とも端をね処理できたらひっくり返していきます。では次に襟をねつけていきます。では襟ですが、こちら裏側でこちらが表側になります。そして裏側の方にね5ミリほど折り込んで、そして半分にね折ります。そして軽くねネイルアイロンをかけておきます。そしたらこの身ごろに対して折り目がねこちらに来るように合わせてこうね縫っていきます。
で最後ね残り1センチぐらいになったところで止めて、5ミリほどねオーバーさしたところで切っていきます。この部分ね端を折り込んで縫っていきます。そして襟がねつけられたら、この襟をねぐっと起こしてネイルアイロンをかけて、そして押さえをね縫っていきます。押さえはねできるだけこの表地にね縫い目が出ないように縫っていきます。1ミリほどバックして5ミリ進んで、また1ミリバックして5ミリ進んでという感じでね縫っていきます。ではね一度人形に合わせて次裾のね長さを決めていきます。はい、このようにね人形に着せてみました。そしたらね足をしっかりね足首を立たせた状態で、ここがね足首なのでこの辺りで折り目をつけて縫っていきます。はい、このようにね裾の位置をね折って縫っていくんですけれども、両端だけね少し斜めになるようにねこのように縫っていきます。少しねこうカーブになるように縫っていきます。はい、こんな感じでね裾も縫いました。そしたらねこの余分な部分いらない部分は切っていきます。はい、これでね肝の部分は完成です。次ね帯を縫っていきます。帯はね20センチ ×4 センチぐらいで縫っていきます。まずね端を内側へ5ミリほどね折り込んで、そしてこちらの端もね5ミリほど折ります。そしてこちらの端も5ミリほど折り込んで、少しねネイルアイロンをかけておきます。そしてこれをね合わせて
じでね、だいたい幅1センチぐらいでこう縫っていきます。はい、ではね、帯が縫えたのでくくっていこうと思います。ふわっとね広がってくるので待ち針で少し押さえてあります。そして女の子はねもうちょっと首元を詰めるんですけど、男の子は少しゆったりめで着せていきます。さらにね、女の子はもうちょっとこの胸のあたりまでこう太めのね帯でくくるんですけど、男の子はちょっと細めの帯でね、このお腹というか腰のあたりで結んでいきます。少しね片方だけこちらを長めにしてくくっていきます。結び方はね、適当で何でもいいんですけどね、帯11の場合あんまりこのリボンの帯をね長く作りすぎるとこうポコッと大きくなってしまったりするので、20センチぐらいがちょうどいいのかなと思います。そして待ち針を抜いて、はい、これで浴衣完成です。はい、このようにねセッティングしてみました。こちらの持ち手なんですけれども、グーの手をね自己責任で削って穴を開けて、そして、自作のうちわを突っ込んであります。こちらのうちわの作り方はねまた概要欄の方にリンク貼っておきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それからね、インスタグラムやツイッターでのお友達へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。